トイレ掃除をすれば成功する。そう書いてある本をあなたも読んだことがあるかもしれない。成功者はみんなトイレを磨いている。だからあなたも磨きなさい。運が良くなる。お金が入ってくる。人生が変わる。断言する。あれは嘘だ。いや、半分は本当だ。半分は決定的に間違っている。そしてその間違った半分を信じている限り、あなたはどれだけトイレを磨いても報われない。ある女性がいた。32歳。都内で働く会社員。彼女は正しかった。本当に正しかった。朝は5時に起きて白湯を飲む。感謝の日記を書く。週に3回ジムに行く。本を読む。そして毎朝トイレをピカピカに磨く。自己啓発の本に書いてある正しいことを彼女は一つ残らずやっていた。SNS には丁寧に整えた暮らしの写真が並ぶ。憧れますとコメントがつく。彼女は幸せになるための努力を完璧にこなしていた。それなのに夜一人になると胸の真ん中に穴が開いている。これだけやっているのに、これだけ正しく生きているのに、どうして満たされないんだろう。彼女はこう考えた。まだ努力が足りないんだと。もっと早く起きよう。もっと本を読もう。もっとトイレを磨こうと。違う。彼女に足りなかったのは努力の量じゃない。彼女の努力にはいつもあるものがついて回っていた。それが何だったかはもう少し後で話そう。まずはなぜ幸せが追いかけるほど逃げていくのか、その仕組みから話したい。ここに人間の心のある仕組みがある。心理学者ダニエル・カーネマンはこう指摘した。私たちは何かについて考えている間、それを実際よりずっと重要だと思い込んでしまう。これを焦点化の錯覚という。一つのことに注意を向けると、人はその重要さを実際よりもはるかに大きく見積もってしまう。幸せも同じだ。幸せになろうと決めた瞬間から、人は自分の心を採点し始める。今自分は幸せか？この選択は幸せに近づくか？心の中の幸福メーターを一日中睨み続ける。だが思い出してほしい。あなたが本当に幸せだった瞬間を。時間を忘れて何かに夢中になっていたあの時。その時あなたは今自分は幸せかなんて一度でも自問しただろうか。しなかったはずだ。採点している間はその中にいないからだ。今幸せかと問うたびに、あなたは体験の外に立ってそれを眺める採点者になる。採点者は決してその料理を味わえない。追いかけるとは採点することだ。採点している限り、人は今を生きられない。今から200年ほど前、イギリスにジョン・スチュアート・ミルという天才がいた。幼い頃から英才教育を受け、10代で当時の学問をほぼ収めた。彼には明確な目標があった。社会をより良く、より幸福にする。そのために論理的に完璧の人生を設計していた。20歳の時、彼は自分に一つの問いを投げかけた。もしお前の目標がすべて叶ったら、お前は幸せか？彼の心は正直に答えた。いや。その瞬間、彼を支えていたものが崩れた。深い鬱に落ちた彼が長い時間の後にたどり着いた答え。それがこれだ。幸福とは、それを直接目指した時には決して得られない。幸福以外の何かに心を向けている人だけが幸福になれる。
自分の幸福を目的にするな。目の前の何かに没頭せよ。そうすれば幸福は道の途中でいつの間にかあなたの隣を歩いている。200年前の哲学者と現代の心理学者、二人は全く同じ一点を指さしている。幸せは狙うと逃げる。では狙わずにどうやってそこへ入るのか。その答えを心理学は一つ持っている。ミハイ・チクセント・ミハイという学者が生涯をかけて研究した心の状態がある。時間を忘れ、自分すら忘れて、目の前のことに完全に入り込む。あの夢中の状態。彼はこれをフローと名付けた。フローの中ではあの幸福メーターが消える。今自分は幸せかという問いが浮かばない。採点者がいなくなる。そして採点者が消えた時にだけ、人はようやく今を生きられる。幸せは探して見つかるものではなかった。採点をやめて何かに没頭した時、その採点者のいない時間そのものが幸せだった。さて、最初の話に戻ろう。そしてあの女性の話にも。トイレ掃除をすれば成功する。あれは嘘だと私は言った。だが、半分は本当だとも。その本当の半分を今から話す。間違っていたのは順番だ。頑張ってトイレを磨けば成功が後からやってくる。これは原因と結果が逆だ。本当はこうだ。すでに心が満たされ余裕のある人は、誰に見られていなくても、一生誰にも褒められなくても、自然に目の前を整える。それは努力ではない。ただそうしているだけ。自然に手が動くことは成功の原因じゃない。すでに心が満たされていることの表れだ。結果の方だ。思い出してほしい。あの女性にいつもついて回っていたもの。それは採点だった。彼女は磨きながらずっと点をつけていた。これだけやった。私はそろそろ報われていいはずだと。彼女の努力は本物だった。習慣も正しかった。ただその一つ一つにいつも採点がついて回り、彼女を体験の外へ立たせ続けていた。だからどれだけ磨いても彼女はその中にいられなかった。穴は埋まらなかった。ではどうすればいいのか。追いかけるのをやめることだ。幸せになるために磨くのをやめる。報われるかどうかを採点するのをやめる。ただ目の前をきれいにする。それだけに没頭する。誰も見ていない場所で褒められることもなく、ただ自然に手を動かせる人。その人の心の余裕は隠していてもにじみ出る。人はそれを見ている。あの女性が本当に手に入れるべきだったのはピカピカのトイレじゃなかった。誰かに見られているかを気にしなくていい心だった。幸せは手を伸ばして掴もうとするほど指の間をすり抜けていく。追うのをやめて目の前の何かに夢中になった時、振り返るとそれはとっくに隣にいる。私たちは幸せになりたくて幸せを追いかける。なのに追いかけるというその行為そのものが幸せを遠ざけていく。追いかけるほど遠ざかる。それは人間のバグだ。あなたが今日も報われるためにと磨いているそれは本当に幸せに近づいているだろうか。